はい、それでは、マクセルの方程式を、電磁気で教えてるんですけど、マクセルの方程式の覚え方って多分いろいろあるし、いろんな形式があるんですけど、私が考えている方式をここで紹介したいと思います。電磁気の基礎でもあるわけなんですけど、4つの物理量というのを横並びで覚えるんではなくて、チャートの形で、今ここから示していって、そこにマクセルの方程式をくっつけるということをやっていこうと思います。で、電磁気学における4つの物理定数っていうのは、E と D と H と D があるんです。この4つの、物理量があるわけです。で、教科書にも載ってますけど、電場強度と言いますし、これ磁場強度というわけです。で、電速密度っていうのがこうあって、後で書きますけど、時速密度。で、この位置配置で覚えるのが大事です。はい。相対という関係を使って、話をしていきます。時速ね。同じようなものだという論があるんですけど、僕の認識では、この両者はかなり違うと思います。これ時速密度っていうんですね。違う、電速密度って言うんです。名前を書いていくところ、まず書きましょう。画質ではね、潰れてしまうかもしれないけど、調べればわかるようなことだから、いいかなと思います。で、この4つをどう結びつけるかということになるんですけど、皆さんご存知だとは思います。ここは、散々やりますね。イプシロン、特に真空であれば、イプシロン0を使って結びつければいいと。かけるイプシロン0ですね、厳密に言う。で、こちらも同じで、かけるミューゼロであると。真空だったら。はい。で、実はここにもね、結びつけがあるんですけど、こういうやり方での結びつけだと、ここはですね、かける法則なんですね。こっちも実は同じです。かける法則です。これでこう結びつくんです。ぐるぐる回る。はい。ぐるぐる回るんです。で、ここでですね、ちょっと面白い、話だと僕は思ってるんですけど、面白くないかもしれないですよ。単位考えてみましょう。単位ね。単位は、ですね、あんまりそれ用につけられた単位を使わずに、あの、標準的な単位の組み合わせだけで書きます。ここは、大例でが書いてもボルトパーメートルなんですね。はい。ここ、アンペアパーメートルって書くんですけど、アンペアじゃなくて、アンペアじゃない、クーロンパーメートルって書くんですけど、アンペアとセカンドの積だと考えて、こう書くことにします。で、こいつですけど、こいつ、アンペアパーメートルです。で、こいつ、ボルトセカンドパーメートルです。パーメートル事乗です。皆さん気づきました？相対関係になってるっていう。これとこれ、すごく単位似てる。名前も同じなんですけどね。対角線上に同じものが現れるんですよ。はい。単位全部違うということで、これ違う物理量だということも考えられるんです。あと、これにこれかけたら D になるからって、E とか D は同じだって言ってる人いますけど、同じだっていう認識あると思いますけど、えっと、ですね、V イコール RI だから、
電流っぽいじゃないですか。電圧っぽいじゃないですか。R で結びついてるから、これとこれ同じだっていうことはないですよね。流れなんですよ。流れの密度っていう要素を持ってるんですよ。で、こっちは、距離当たりの強度っていう響きがあって、これ同じなんですよ。ひっくり返ってますけどね。だから別の量なんですよ。で、マクセルの方程式にいよいよ行きますが、マクセルの方程式は、この4つのパラメーターに1個ずつくっつける方がいいです。はい。すなわちですね、ここにくっつくのは、ガウスの法則です。これですね。はい。で、これの対角に同じ形が来ます。ここを書くとまずいので消します。どこに書く？ここに書きますか。で、電荷は存在するのに、時間は存在しない。単極時間は存在しないということで、この式が強くならない。強くなる。はい。赤で書くと、あんまり高いのかもしれないですね。はい。で、残り2つあります。ファラデーの電磁誘導の法則と、アンペル・マクセルの法則ですね。で、E にくっつきます。E と B で書くんですよ。だから、E のローテーションは、マイナスの、ここにこう書いてしまいます。はい。B と E で書かれてるんですよ。ちょっと画像認識でちょっと遅いんですけど。で、ここに同じように書けるんですね。マークスの方程式は4つ目。こうなってるんです。はい。だから、H にくっついてるやつ、D にくっついてるやつ、B にくっついてるやつ、D にくっついてるやつ。ただし、E と B の架け橋っていうか、橋渡しなんです。時間微分が0じゃなくなると、ここに B が現れる。B が時間微分ないと、こういう形で、これが電磁波ではこうだ。次元見ても面白いですよ、これ。V メートルを、さらにメートルで微分するわけです。で、こっち側は、時間で微分するから S が取れて、この両者の単位って、ちゃんと、V、V パーメートルの事情になってるんです。実は。はい。あっちも同じですよ。アンペアパーメートルの事情になるんだな。はい。なんでこいつらにくっつかないといかんかっていうとですね、そもそもですね、これ、ストークスの定理を使うと、線積分の式になる。これ、線積分するとボルトになるんですよ。こっちも同じです。線積分するとボルトになる。で、これはですね、面積分なんですよ。だからメートルパー時乗に対してオペレーションするんです。この4つの式って、これもこれも入ってないでしょ。これ入ると、こいつ単位持ってるから、いろいろやらかすんですよ。やらかすってダメっていうわけじゃないんですけどね。物理量的意味が変わっちゃう。ここ単位入らないようになってる。全部。はい。とかですね、単位で見れば、これを時間で割るっていう、時間で微分するっていうことは、3乗になる。だから、右辺の単位って、これ、クーロンではなくて、当然、クーロンパーメートルの3乗で密度なんですね。うん。はい。そんなことも分かっちゃう。で、せっかく単位散々書いたんだから、この2つの単位書きましょうか。この2つの単位は、これファラットパーメートルとよく書くんですけど、僕ファラットを書かない。あえてもセカンドパーメートルにします。なるでしょ。
これは、相対関係でこっち来ますので、こっち側は、もうセカンド。これ、ヘンリーのことですね。なんです。だから、単位なしじゃないから、こいつが入り込むと、その分単位考慮しないといけなくなるんですよ。はい。単位は必ずつじつま物理の世界で合ってますから。少なくとも、この初等の電磁気学では合ってます。合わないのがあるのかどうか知らないですね。はい。で、これ、ファラデーの電磁誘導の法則ですね。だから、妨げる方に来るから、マイナスがついてるんですね。ここの書きましょうか。妨げる。妨げる。だからマイナスつきます。それ以外はマイナスつかないですね。ちょっと認識遅いですね。そのうち色が濃くなるとは思いますけど。で、こういうふうに単位を全部入れると、間違って覚えることがないんですよ。はい。で、より記憶を強固なものにしてくれる。もうちょっとやりましょうか。そもそも4つ式があるっていうのは、いろんなところで話が出てると思うんですけど、ベクトル場っていうのは、基本的には、ベクトル場、A というベクトル場を記述するは、なんで構成されるかというと、その、こいと湧き出し成分ですね。そして、もう一つ、これは渦の場なんですね。この2つの足し算で、すべてのベクトル場が書けると。いう定理があるんですよ。ヘルムホルツの定理。ということで逆に言うと、どういうベクトルは E とか ED と、BH、磁場と電波がどういうベクトル場であっても、湧き出しの定義と渦の定義をすればいいと言って、これそれになってる。ね。はい。E と D に対して湧き出しと、D は湧き出しに関して都合のいいガウスのが使えるし、E に関してはぐるっと回ったところの成分が、ちょうどいいということで、D と E に分け合ってます。こっちも同じで、単極時間はないんだから、湧き出しはないというのと、ぐるっと回った時のアンペールの法則ですけど、特性を、電流と交流の電速密度変化で表すことができる。全部単位計算してください。これ J って何ですかっていう話になります。J はアンペアパーメートルの事情になりますね。はい。つまり対面あたりの電流密度。で、これも時間で微分するとアンペアパーメートルの事情になります。はい。全部合う。もちろんです。ということで、この4つの物理にそれぞれくっつけて覚えるのが一番いいと思います。当然、これで割ればいいわけです。で、実際はですね、分極を入れると、これはあまり正確ではない。真空じゃなければ、これは、えーっと、分極ベクトルの扱いになりますし、B も時間になる。真空の時と真空じゃない時はちょっと違います。はい。ね、これを一つで同時率って書くんですけど、私、光の専門なんで、これ P が実は、
必ず E と同じ向きじゃない、平行じゃないっていう例があるんです。そうすると、これとこれも平行じゃなくなるんですけどね。だから、上の書き方っていうのは本当に限定的な話ではある。ですけど、それはこのレベルの話では出てきます。はい。で、これはいろんな法則を出してくれます。これとこれかけると、単位かけると、ジュールパーメートルの3乗になる。エネルギー密度なんです。で、あえてちょっと書くんであれば、これと、スカラーポテンシャル V というのには関係があって、グラッドというので結びつきますね。マイナスグラッドかな。というのと時間積分で結びつきますし、B は、ちょっともう書けなかったですけど、ベクトルポテンシャル A というので、ロットを使って結びついたりしますけど、はい。だからだんだん拡張していけるんですけど、キリがないですね。キリが悪いですね。キリが悪いですけど。あとは電磁波周り、これ時間の微分が入ると、両者がつながり始めると。それ以外は切れてると。ここ J があるから、ここかろうじてつながってるんですけど、はい。そういう関係があります。で、2回ルートイプシロンをかけてやると、ここに行くわけで、2回こうかけてやると、こういう書き方もできます。こっち行くんですけど、ここ同じ値が来ます。はい、計算すればいいんですけど。はい。なんで、実は、この辺に、ルートイプシロン、これいい、振幅だけですね。ルートミュ H っていう、電磁波特有の等式が現れたりするんですけど、はい。いろいろ現れちゃって、それとかですね、こうぐるーっと回ると1に戻るということは、光のスピードはいろいろ出ますよ。C、ぐるっと回るって1っていうことは、こうです。真空中の光のスピードなんですね。ぐるっと回って1っていうことは、この式出てきます。はい。で、真ん中同じっていうので、こういう式も出てきます。あとどうかな。2つかけるとエネルギー密度になるって話。2分の1がいるんですけど、2分の1の、エプシロン、E のこういう式も出てきます。ね、これ磁場の空間です。0だったら真空だけど。はい。こっち側も同じような2分の1式出てきます。はい。あと何が出るかな。ポインティングベクトルは、これとこれの掛け算なんですけど、ワットパーメートルの事情になって、光で言うと、エネルギーのパワー密度になるんですけど、そういうのを使いますね。はい。時間平均だから2分の1が出ちゃいますけど、2分の1が時間平均でたまに出てきます。けど、ほとんどこれ。ということで、マクスウェルの方程式関係の、電磁気の話っていうのは、こういうチャートで相互補完的に、個人的にはすっきりと書けると思っています。はい。そうですね。ちょっと書き損なったものがあるかもしれないんですけど、とりあえず今、さっと書いてみた感じでは、こんな感じです。はい。じゃあ、復習というか、よければ使って